いやー、プーチンがね、簡単に原爆と言うけど、入ったところにピカッとしたんです。入る前にピカッとしとったら生きそうなんです。あの姿を見たら、プーチンなんて言うやろかと。原爆だけはもうほんと避けてほしい。自分の目で見てきてるからね。爆心地です。あ、ここが爆心地です。だって1630度で焼かれた人間でしょ。それも死体を見たらもう見られないんだ。人間の姿してないんだから、そういう姿見てるからね。もうこんな人が頑張ってやってるんだけど、そりゃ凄まじかったね、本当ね。森田博光さん88歳。1945年8月9日午前11時2分、10歳の頃、爆心地から 1.8 キロ離れた自宅に入った瞬間、長崎に原子爆弾が投下された。100分の1秒の差で生き残った。真後ろにいた兄は大やけどを負い、7年後に亡くなった。森田さんと僕は2015年に世界一周の旅で出会った。森田さんは世界中で被爆の証言活動を、私はその通訳をしていた。もう7年前。もうそこになるかな。7年、7年になるね。はい、思い出しますよ、本当。20カ国ぐらいですよね。プーチン大統領により核兵器の脅威にさらされている今、長崎を最後にと訴える森田さんの悲痛の叫びを思い出した。直接被爆者から話を聞ける最後のつらいとして、森田さんからもう一度話を聞きたい。私は10歳だったからね。10歳って言っても11歳に近い10歳ですよ。あと一月ちょっと経てばもう11歳になっとったんですよ。その時期やったもんだからよく覚えてるね、あの日のことは。私ちょうどこの庭で薪を巻いよったんですよ。薪をね。そしたら空襲警報のサイレンが鳴ったもんだから、すぐ裏に防空があったんですよ。で防空に入った。で30分ぐらいしたら解除になったんですよ。空襲警報、警戒警報ね。で解除になった真ん中で防空出てからふと思い出してね、その日はこの学校に飼ってたウサギの餌入りの当番やったんです。まあウサギの他に鶏とかいろいろ飼ってましたけどね。でそれをやり終えて坂を登って帰ってきよったんですよ。そしたら空襲警報がね、警戒警報に切り替わってね、なんでこんな飛行機の防音がするんだろうかって。で上の方を見たらさ、落下傘が稲佐山の上にふわふわ浮いてるわけですよ。おかしいなと思ってふっと見たらね、私の5年生の姿にはものすごく多く見えたんですよ。その落下傘がね、さっきも話したように。でそれを見ながらね、ちょうどその時にかぼちゃの配給って言ってきたんですよ。先輩が3人が。でそれを父親にね知らせるために玄関をポッと入っただけですよ。入ったところにピカッとしたんですよ。入る前にピカッとしとったら生きたなんですよ。入ってからやったからね、影があるじゃないですか。影にポッと入ったんですよ。そしたらピカーッと稲光のようなね、電気のスパークのような、私のオレンジ色に見えたね。その瞬間パーッと吹き飛んで5、6メーター吹っ飛ばされたんですよ。玄関は開いとったし、もし開いてなかったら玄関にぶつかってるしね。障害物がなかったことが一番命を救ってくれたんじゃないかなと思うね。そしたらね、ものすごい土ぼこりというかね、その埃がすごいんですよ。真っ暗やったね、中は。気を失ってるからね、それは最初は分からなかったけどね、父が「大丈夫か?」と大きな声で言うもんだからね、ふっとそれで目が覚めたんよ。そうすると出てみたら、一番面白いのがったのがね、かやぶきの家っていうかね、2軒あったんですよ、この近くに。みんな燃え尽きてしまった。あれがすぐ私の後ろにおったんですよ。で見とったんですよ、落下傘をね。私見ながら入ったんだから。
そしたらその兄貴がうずくまってるんですよ。真っ黒になってね、うずくまってるわけ。どうしたって言ったら、なんか知らん、もう痛かったねっていうわけで、プーッと触ったら、ベローっと剥げて、それが。で、膀胱にそれ連れて行ったわけさ。で、私はね、3人組がね、配給と言って来た子がね、1年先輩やったけど、気になってね、向こうまで行ってみたんです。柿の木があるでしょ、あそこの。柿の木の向こうの塀ですよ。2メーターばっかあるかな。石垣のところが影になってるんですね。影にいた人は助かってるんですよ。一番先頭に行った人は、もう光のシャワーを全部浴びてしまって、それでもう即死。全身やけどして、で爆風で叩きつけられてね、階段に船平用になってるわけ。それで一人の方はね、真ん中を走ってた Y さんっていう人はね、その人は石垣から半分で行ってるんですよ。で半分は大やけでしたわけ。この人も死んだんじゃないかなと思うんだけど、今どうしてるかしらね。もう森田は俺の前で原爆の話をせんでくれっていつも言いよったね。だって片半身って言ってもね、ペラッとこう剥げてるんだからね。左側の全部やけどした。夏の日は高いでしょ。高いからまだ11時やからこう影が来てるわけですよ。一人が亡くなり、一人が半身やけどしてね。で一人の方は影にいたから助かってるんですよ。無傷。たったのわずかな差でね、人の命が奪われてるんですね。5年死の私にはね、想像がつかんわけだったね。でもなんで爆弾やろうか、最初は分からなかった、原子爆弾っていうことは。しばらくしてから原子爆弾って分かったけどね、それはもうしばらくてもう3ヶ月も4ヶ月もかかってね、原子爆弾やったんだっていうことが分かったけどね。私はもうそれから学校に行くやら乱視に行くやらでね、で用事を全部済ましてしまって五社公園に通ったんですよ。五社公園に通ったら通りですよ。書いてたでしょ、碑文を。光景を見たんですよ。でジョークにも話し合おうと、長崎の家が全部燃えてるのを想像してみてくださいって言うたんですよね、さっきね。それは長崎市は全部焼けてるんだから。太陽が真っ赤だったってことだけはもう今でも忘れきらんね。あんな太陽見たことない。で私はね、もうこれで地球は最後じゃないかなと思ったくらいよ、その時はね。もうあんな姿は見たくないね、本当ね。すごい火事だったもんね。で私ね、一つだけね、もう大きな思い出があるんですよ。それはね、もう姿を見たらプーチンなんて言うやろかと思うぐらいの人を見たね。それが T 君の死って言って、私の被爆体験記の中に入ってますよ。それはね、もうものすごい格好してたね。もう人間なれが人間な顔してないの。全身やけどですよ。パンツだけ残ってんの。他は全部やけどしてしまって。水ぶくれがして乾燥してしまって、ぺしゃんこになって、もう骸骨、生きた骸骨と一緒だったね。姿を見てるからね、はぁと思ったね。原爆の恐ろしさっていうのは、あれを見たらね、びっくりしますよ、ほんと。道端に転がってる死体をたくさん見ましたけどね、これはまたもうほんと嫌な目つけで見とったですね、みんなをね。はあ、恨めしいっていうような格好をしてみんな死んでないって言ったね。これがもう一生忘れきらんね。駅前で見た光景なんかすごかったね。だって首とか足とか手とかついてないよ。男女の区別はつかない。腹旗を飛び出てる。そんな死体を見てみんですか。もう臭いしね、ものすごく臭いんですよ。だから原爆というのは、いやー、プーチンがね、簡単に原爆と言うけど、あの時ロシアでも行った時話したんだけどね、あれはクリミア半島にでね、その原爆を落とす計画があったんだってプーチンがはっきり言ったんですよ、NHK の記者に。で
で、それをして座り込みしたんですよ、あそこで。お社族の現状をね、プーチンに見せたいですよ、本当。駅前の話に戻るけども、2日目に行ってみたんですよ、僕の友達のところに。すぐそこにねじりだったもんね。掘ったて小屋を建てて、橋をよーっとして、それで、太陽を遮るようにね、もう動かすことできないんですよ。親の気持ちでしばそうだろうやろね。それでそこで寝かしちゃった。そこに私が行ったんですよ。ただもうさっき言ったこと人間の姿してないの。その人も慰霊碑の中に収まってるけどね、名前だけはね。少年で亡くなった方をみんなあそこに伴ってるわけ。彼はね、11日のちょうどお昼亡くなったもんね。11日のお昼過ぎ行ってみたんよ。だまだ行きはしよったさ。それから眠りがなくなっていったんよ。で、両親はね、もう病院に連れて行くこともできないし、動かすことできないんですよ。だってここを捕まえて、そこに手形はっきりしてるんですよ。頭蓋骨は見えてるし、足の骨は見えてるしね。そういうのを見たらどんな思いますか、本当。プーチンに見せてあげたいですね、あの遺体を。で、そのうち焼いたんですよ。で、私はね、1日目はね、そういうことで、五社公園から五社神社の方に登って、で、一夜を過ごして帰ってきたんですね。で、帰ってきたのはいいけど、焼け跡に両親が立ってるんですよ。こうやって、このうちですよ。大きな家だったんですけどね。2階建てで木造住宅やったからね。比較的うちの家はね、しっかり建てたんですよ。なぜかというならば、まだ新しかったから。昭和4年に建てたというか、16年しか建ってなかったんですよ。だから比較的新しかったんですよ。ただ、今思い出すのは、その兄貴の世話と、それから私のすぐ上の姉が伊勢にいるんですけどね、その姉がね、ここの鼻にね、このガラスが刺さって、そして鼻がぶら下がってるんですよ。病院に行ったら赤チンキは塗るだけ。赤チンキしてますか？消毒薬ですね。あれを塗って、ちょこちょこ塗って、それで終わり。治療は何も縫いも何もしないんですよ。だから未だに傷がありますよ。はい。今きれいになってるけどね。それで、長崎の三菱長崎造成所上に小坂寺ってあるんですよ。その陣地に三男坊、その時19歳だったんですよ。その年の3月に入隊したんですよ。一枚の召集令状が来てね、7月31日、原子爆弾が落ちる9日前ですよ。終戦15日前ですよ。亡くなったのが。7月31日やから。あの時はね、長崎大空襲でって話をしたでしょ。あの中でね。その大空襲の犠牲者ですよね。グラマンでパーンと飛んできて、機銃掃で撃たれて亡くなってるんですよ。うちの兄貴はこの心臓にぶち抜かれて死んでるんですよ。でうちの親父はそれを見たらしいんですよね。入ったところはもう何もきれかったと。しかし出た穴はものすごい大きかったと。崩れとった場合って言って言った。要するにもう心臓が飛び出てるわけね。後ろの方に。母親が、その時ね、うちの兄貴は重吉って言おったけどね、重吉が死んだって言ってね、もうわめいたらしい。泣いてね。そりゃそうでしょう。長崎おったら、まず死ぬことはなかろうと送り出しとったからね。膝に行く時なんか。皆そう思うじゃないですか。ところがどっか長崎におって長崎で戦死したんだから。両親の悲しみは太かったと思うよ。僕はその当時子供だったからよくわからんかったわけだね。戦争始まってから終戦後まではもう本当に貧しかったね。我々は。だって食べるものがまずないやろ。着るものないやろ。焼かれてしまって。何もなかったんだから。だから模擬って知ってるやろ。どれくらいかな。歩いて行きよったで。16キロあります。5年生で16キロの道歩いてみなさい。とてもないよ。田舎道4年生。で、そんな人食料もらい行きよったんです。それがだいぶやっぱり一月ばかり続いたね。それで頭の毛は抜けるし、で血便はするし、
萩から血は流れるしね。そういう生活がね、約2、3ヶ月続いたね。これは私ばかりじゃないわけだね。誰でもそうさ。原爆だった人は。みんな歯口から血は出たというもんね。もう一つだけね、忘れきらんとかね、うちに飼ってた牛がおったんよ、牛。それはうちは牛が必要やったんですよ。なぜかというとタイが欲しかったんですね。うちの親父は、家計はね、1年分を稼ぐんですよ。1つか3つぐらいで。それはね、苗も、例えばキュウリ苗とか、トマトの苗とかあるでしょ。その苗床はもう取ったんですよ、裏に。その苗床をしとったもんだからね、牛が必要やったんですよ。その牛がね、うちのお袋が逃がしてるんですよ。もうこんなのあったからね、生き延びてくれんかっていうことで話したそうですよ。で、牛はね、一目散に走っていたって、火の中に階段を降りてきたでしょ。降りるとかあるですよ。その階段の曲がり方でね、死んどったらしい。ところがジョー君ね、その牛がね、うちの長男にさんってがおったね、その夫婦がね、牛をさばいてるんですよ。まだ食べられるということで。それはね、こんな非常時でね、なんでこんな魚肉があるんだろうかってみんなびっくりしてるわけさ。それはびっくりすると食べたよ。僕らも美味しかったもんね。それで、なんだろうかなと思ったら、自分のうちの牛やったさ。その肉を食べたとはいいけどね、翌日からもう被爆した牛を食べとるでしょ。だから放射能が汚染されてるだったらしいね。下から上からもうバンバン吐いてなんだしてさ。でその牛の話はね、今の時代でも書いてる人が何もでもおりますよ。牛を見たって、死んでる牛を見たって。それは森田さんの。そううちの牛だったんです。それでさばいてね、骨だけ残っとったね。そこで腐ってしまってね。これは一つの逸話やけどね、もうそれは未だに覚えてる人がおるわけさ。うん。実は途中でね、その行く途中で外国人の大立てよ、それは捕虜でしたよ。そこのすぐ下に残ったんや。そこに登ってきてるわけ。貴様こんなくしょうっていう人は誰もいなかったですよ。もうそれどころじゃない。自分が助かる人いっぱいやけんね。あの日はね、兵隊さんもおったんですよ。兵隊さん持っても手も足も出さんやった。そういうふうなこと見てきて通ってるもんやから、もう特に思い出すわけね。この公園に実際に森田さん来られたっていう証言の中に出てくるところですよね。原爆投下直後に森田さんが訪れた五社公園。そこで見た光景はまさに地獄絵図だった。1979年、森田さんを含む15名の被爆者がこの公園に記念碑を建てた。その15名のうちご存命なのは森田さん一人である。この記念碑に加え森田さんは昨年、碑文を建立した。あの日の五社公園。1945年8月9日午前11時2分。長崎市に原子爆弾が投下された。あの日の五社公園はまさに地獄絵図そのものだった。血で真っ赤に染まった人や、焼けただれた皮膚をぶら下げて歩く人で埋め尽くされ、水を求める声がこだましていた。夕方にはそのほとんどの人が息絶えていた。あの暑い夏の日にこの地で消えた多くの御霊を鎮めるとともに、長崎が最後の被爆地であることを願い、碑を建立する。令和3年8月9日。やれ、碑文を書くのにね、200字ぐらいでどうかなと思ったんですよ。でもね、今やっとかなければ、もう私は命がないからね、もうあと何年かしか生きてないから、もう今しなきゃならない。随分ね、町内にも呼びかけ、あちこち行って駆け回ったんですよ。しかし誰も見向く人がいなかった。役所に行ってもそうやったんですよ。で、森田さん、なんとかさんまですねって言うだけでさ、なかなか10年かかったんですよ、あんだけするのに。だから、これはなんとかの収まつまらんね、ということで。私が死ねば、なんでこんなところにあれがあってやろうかと、みんな思うでしょ。
から碑文が残すことによってほら人をこう見るでしたよね。ああこれは原爆のひどかったんだなと思うでしょ。思うだけでもいいんじゃないかっていうことで、私わざわざ自分の自費も使ってさでやったことでしたよね。もう二度と落としてもらいたくないですね。世界に7発あったら世界全部全滅するっていうじゃないですか。水爆とかなんとかで。そういうのを考えただけでも恐ろしいじゃないですか。私はもう絶対それだけ避けてほしいでね。いつもこうテレビ新聞に釘付けなんて見えますけどね。次の世代の方はね、何が何でも平和を守ってほしいですね。今の若者は平和と言っても何ですかという人が多いんじゃないですかね。だからその中で平和大使がバレてるけど、街の中でいろいろ活動してるけど、実際あなたたちはこんなに活動してるけど、原爆の体験聞いたことあったね、一回も聞いたことありませんって言うんだから。だから少し原爆のね、体験者の話を聞いたらどうですかって僕はそう言いながら署名するわけさ。そうですねって言うだけであって、本当に心からしてるんかなといつも思うけどね。うん。原爆だけはもう本当避けてほしい。自分の目で見てきてるからね。もうプーチンさんの前で話したいですね、本当。声を大にしてね。だから上げて言えた人がおったですね。ノーモア、長崎、ノーモアって、わーって言いよった人が。いや、あんな叫びたくなりますよ、本当。うん。僕はいつも言うんだけどね。直接被爆者からね、聞く世代っていうのは、もうあんたたちが最後の世代かもわからんですよって。だから、よく聞いてください。88歳になった今も世界平和を願い、命を削って辛い被爆体験を語り続ける森田さん。その悲痛な叫びを直接聞けた最後の世代として森田さんのことを忘れない。そしてウクライナが核の脅威にさらされている今、多くの人にこの証言を届けたい。